Welcome to Healing Mose。はい、皆様こんにちは。モーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。いつもチャンネル登録、高評価、優しいコメント等励みになっております。個人鑑定のお問い合わせやリピーターの方、いつもありがとうございます。さて、今日なんですけれども、もう9月。はい、今日は9月の11日から17までのウィークリーリーディング、かなりディープなウィークリーリーディングを見ていきたいと思います。あなたの全体運、恋愛運、そしてお仕事のことはご自分でお仕事をされている方、パートアルバイトの方と会社員の方、分けて見ていきます。そしてあなたの金運、そして見たい方だけ赤ちゃんのこと、そしてその後に7days の1週間の毎日の流れをタロットとルノルマンで出していきます。それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは1番の方、リーディングをしていきたいと思います。まず今の1番の方の、現状ですとか、今の1番の方のエネルギーの状況、はい、こちらの3種類のタロットで見ていきたいと思います。はい、まず助教廷のリバースが、まず出ました。はい、そしてワンドの3の正位置とカップの5、はい、ワンドのキング、今の1番の方の現状を見ていると、何か目標があって頑張りたいことがあるとか、結果を出したいとか、もっと自分の実力を認められたいとか、そういう思いがすごくあるかと思います。そして今一緒に頑張ってくれる仲間とか、そういう人もいらっしゃるのかなって感じがする。ただ今ご自分の中の専門的な知識だったりとか、自分の足りないもの、もっと勉強しなきゃとか、経験積まなきゃとか、そういう部分で今自分自身でちょっと自己嫌悪というか、自分のことを認められていない気持ちがとても強いのかもしれない。ただこれって1番の方が気づいていないだけで、もしくはものすごく高い目標を掲げていらっしゃるかもしれないんだけれども、なんかできるよっていうことを言ってくれてる、なんか応援してくれてる人がいるよっていうふうに言ってくれてるのが、まず私は今の現状で
感じました。じゃあ実際に今週の、流れ、ここ1枚カードを引いてるんですけれども、まず大きな流れ、どういう風になっていくのか見ていきたいと思います。はい、出たカードがヒーリング。ここに今回このグリーンというものもそうなんですけれども、この胸のところ、第4チャクラとか、自分の気持ちの解放、素直になってあげる、オープンにしてあげる、自分自身を癒してあげるっていうのが今週は大きなテーマになっていくのかなとも思いました。じゃあ今週のまずね、全体のことから見ていきましょう。全体運です。カードが切れない。はい、じゃあまず今週の全体運を見てみると、ソードのクイーンのリバース、カップのナイトのリバース、これがまずね、全体じゃあルノルマンも出していきます。怒り。はい、まず今週の全体運なんですけれども、1番の方、やる気はすごくあるんだけれども、少し空回りをしてしまったりとか、なんか大好きなあの人に素直になれなかったりとか、冷たくしちゃったりとか、そういうものがあるのかもしれない。でもあなたの心とかは安定してるような気がする。なんか冷たくしちゃうとか、あとご自分の体の状態とか、なんか体といろいろ年齢を重ねていくにつれ、私もそうなんですけれども、いろいろありますよね。なんかそういう不調とかもあったりして、ご自分でもちょっと苦しいのかなって感じがする。あとカップのナイトなので、いろんな人に対してなんか頑張りすぎてしまうっていうか、背負いすぎてしまう可能性があるのかもしれない。これがね、全体運なんですけど、じゃあアドバイス見ていきましょう。はい、全体運のアドバイス。じゃあまずこれがアドバイスが、まず全体でこれが出てるのが、人とのコミュニケーション、特にこのフェイス対フェイスで会うこと、話すこと大切なのかなって。そして見てください、ここにサクセスが出てるから、私が今思ったのは、あなたは一人じゃないよと。なんか空回りするようなことになるかもしれない。でもあなたはこの負のループを抜けて、いいエネルギーを得ることができるような気がする。このコミュニケーションとか、人と会うとか、人の心に寄り添ってあげるとか、そういうことをすることによって、自分が
得たかった成功、それを得ることができるっていうふうに、まず一番の方言ってくれていますよ。これがね、まず全体の流れ。じゃあ次、恋愛運。これもかな。はい、じゃあ次、恋愛運を見ていきます。はい、ジャッジメントのリバース。よいしょ。ワンドの6、リバース。ストレングス、正位置。そして、はい、ここにはフォックスのカードが出ました。恋愛運、まずは今週この1番の方が忙しいのか、お相手様が忙しいのか、なかなか会えなかったりするかもしれない。そしてすごく復縁を望んでいたりとか、なんかすごく会いたいっていう気持ちがなんか伝わってくるんですね。でもなんか今は私からは積極的に行けないとか、あの人を愛する気持ちはむちゃくちゃ出てるんですよ。出てるんだけれども、なんとなく弱気になっているというか、なんかお部屋の隅に戸棚の中に隠れちゃっているような、そういうイメージがあるんですね。なんか目立ちたくないとか、そういう感じがする。そしてなんか連絡とかも控えようと思ってるのかなとか、そんな感じがするんです。あの人の前で何か素直になれなかったりとか、そういう感じが今見えたんだけど、じゃあアドバイス見ていきます。恋愛のアドバイス、これもかな。じゃあアドバイス見ていきましょう。はい、アドバイスすごくこれいいんじゃないでしょうか。まずここ近い未来って出てるので、後でセブンデイズの流れ見ていくので、そのセブンデイズでぜひ参考にしていただきたいと思うんだけれども、あなたが思ってるよりもお相手様は大丈夫だったりとか、そこまで気にしすぎなくていいよっていうことを言っている。そしてあなたから連絡を例えばするとか、例えば会いたいって言ったとしても、案外喜んでくれるというか、そういう感じがするんですね。そしてここにフォックスが出てたんだけど、なんかこれって自分を偽るとか、そういう意味もあるんですけれども、あなたが一番の方がいわゆる素直になることによって、あの人も心を開いてくれるような、そういう感じがします。今週2人で例えばドライブに行くとか、旅行に行くとか、もしかするとなんか新しい2人で住もうよみたいな、そんな嬉しい話とかも出るかもしれないんですよね。なので悲観しなくて良さそう。すごくやっぱり気を使いすぎてるような気がするんですね。もっと楽になって、いいし、あなた次第でこの恋が今週より幸せにもなるよ。
そういうことを言ってくれてる。あと出会い求めてる人とか、例えば外国の方だったり、今まで出会ったことがないようなタイプの方と出会う可能性もあるのかもしれないなと出ています。素敵ですね。はい、じゃあ次はお仕事のこと見ていきましょう。はい、お仕事。まずご自分で仕事をしている人、パート、アルバイトの方から見てみます。3枚出た。3枚も出ましたね。ちょっと待ってください。はい、じゃあ今週のご自分でお仕事をされている人、パート、アルバイトの方を見ると、ソードの6、正1、コインの2、正1、そして鳥が出ました。今週の仕事の流れ。はい、何かが決まっていくって出てるんですよね。何かが動き出す。これ旅行とか旅のカード、このねハネムーンにも似てるんですけれども、実際出張に行く人とかもいるかもしれないんだけれども、何らかの案件が動き出すっていう風にも出ていますし、あなたの評価、口コミとかがすごく遠くまで行くっていう風に出てるので、それで遠方から例えばお客様が来られたりとか問い合わせがあったりとか、そういう感じになるのかなと。そして若干動きが安定っていうよりは波があるとは出ているんですけれども、これは、基本的にいい頑張った分、今まで頑張った分だけの効果が、頑張ってきた分の成果が出てくるかなっていうのが、まずこれがね自営の方。はい、じゃあアドバイス。はい、アドバイスがすごいパッションとトラスト、出ましたね。あなたのやる気とかお客さんをね喜ばせたい、そういう何かを作り出したいっていう気持ちがものすごく強くて、そして対お客さんとか、あとあなたのその会社の人間関係とか、そういうのもすごく強いつながりがあるし、あなた自身の使命を、いわゆる神からもらったギフトをぜひ信じてみてくださいっていう感じかな。すっごくね仕事が楽しくて、もうしょうがないっていう感じがするんですよ。波はねあるっていうふうには出たんだけれども、でもそれでも決めていくこと、動き出していくこと、それがとても楽しいっていう風な感じで出てるので、この仕事運はすごくいいと思います。かなり吉ね、いいですね。はい、じゃあ今度は会社員の方、サラリーマンの方見ていきたいと思います。
あ見てみましょう。はい、会社員サラリーマンの方、コインの7、正1とおソードの3、あとワンちゃんがルノルマンで出てきました。今週人間関係とか、信頼してた人と少しうまくいかなかったり、なんか人間関係がつまずいて、なんかこのままここで頑張れるかなみたいな、そういう部分が出てくるかもしれない。チーム内とか特に仲がいい人っていう感じがする。一緒になんかその人から何かっていうのもあるかもしれないし、その人に何かあってあなたも一緒に優しいなんて言うんでしょう、共感能力みたいな感じで一緒に悲しんでしまったりとか、そういうことがあるかもしれない。それで本当にこのままでいいのかなとか、もう一回自分のことを、自分の人生とか今の会社人生を考え直すような出来事がもしかしたらあるかもしれない。じゃあここに対するアドバイス。はい、じゃあ見てみます。はい、これがね、会社員サラリーマンの方へのあるアドバイスなんですけれども、自分の気持ちを表現してって言ってるんですよね。そしてあなたの願いはもうねすぐ届くよって出てるので、もしいろいろ社内で悲しい思いをしたりとか誤解を受けるようなことがあったら、なんかこれからの仕事のこと、会社のことを考えるっていうよりは、なんかその通りだとか違うとか、そういうことを自分の主張をきちんと伝える方がいいって出てます。様子を見るとか、もう私がもう全部もうすればいいやとか、そういう風な感じじゃなくて、きちんと伝える、表に出すこと、それが大切で、もう一旦悩むとか一晩考えるとかじゃなくって、何かあって思うようなことがあったら、その時すぐに言うとか伝えるっていうことが、今回のねアドバイスとして出てますよ。なので、きちんと自分の状況とか、それを説明する、伝えるということをおすすめしたいです。はい、じゃあ今度はね、今週のあなたの金運。はい、じゃあ今週の金運。はい、見てみましょう。おっとはい、タロットのタワーが出ました。タロットのタワーとコインの4。はい、コインの4と、あとこれね、お魚、ルノルマンではお魚が出ました。まず金運自体はすごく良さそうなんですよ。とっても入ってくるとか、がっしり守るとか、そういうものが出てるんですね。臨時収入が入ったりとか、そういう可能性もあるんだけど、でもここにタワーが出てるので、なんか予期せぬところでお金使っちゃったり、例えば落としちゃったりとか、
なんかいろいろな、なんかこうスキミングっていうんですかね、なんかそういうのとか、パスワードを見られるとか、いろいろなことにこれは注意をしてた方がいいかな。金運もねすっごくいいんですよ。すごくプラスなんだけれども、思ったよりも使ってしまうとか、それもなんか自分の予算よりも大きいものを買ってしまうとか、そういう可能性もあるのかもしれない。逆にそこの部分さえ気をつければいいのかなって感じはするんですけどね。アドバイス、ちょっとどういうカードが出てくるか見てみましょう。はい、金運のアドバイスです。はい、じゃあこれが金運のアドバイスが、はい、友達が助けてくれるというカードとパーフェクトタイミング。はい、これは私、この1番の方、はっきり言って今週金運はとてもいいと思うんですよね。でもこの何らかのアクシデントとか何らかのトラブルに見舞われた際には、まずやっぱりすぐ相談してみる。友達とか、例えばそういう経に強い人に相談してみることが一番あなたをいい方向で助けてくれるのかなと。一人で悩んでしまったりとか、今さっきの仕事のところでもそうなんですけれども、一旦様子を見るっていうよりは、この全てがもうパーフェクトなタイミングで来るから、だから何か起こった時に、例えばその友達のことをすぐ思い出したとか、何か通過的なものがあるような気がするので、なのでぜひ、友達にアドバイスをもらうとか、それがすごく良さそうです。なんか困った時に偶然連絡が来る可能性もあるのかもしれない。それも天使様の助けかなっていうふうに思っていますので、決して悪くはないんだけれども、落とすとか、なんかいろいろな災害、そういうふうなアクシデントには気をつけてください。じゃあ今から赤ちゃんのことを見るので、赤ちゃんのことは興味ないよっていう方は、この後の7days の流れどうぞ見ていってください。じゃあ今週の赤ちゃんのこと見ていきましょう。赤ちゃんがね、何か言いたいのかなとか、そういうことでもね、赤ちゃんが今伝えたいこと、今週伝えたいこと。はい、じゃあ見てみましょうね。コインの10のリバース。ルノルマンが2枚取れてましたね。はい、よいしょ、いきますね。はい、これが太陽のリバース。タワー。これルノルマンのタワー。そして手紙。コインの8のリバース。はい、赤ちゃんが言ってるのが、今週仕事が忙しそうっていうことを言っています。なので僕のこと、私のことは今はそんなに考えなくていいよって、むしろパパママがしないといけないことを今はやっていてって。そしてここに太陽のリバースが出てるので、これが正位置だったらね、とてもむちゃくちゃポジティブなカードなんですけど、今リバースで出てるから、これね、今じゃまだないんだみたいな、行くのが来週以降なんだっていうふうに言っているので、赤ちゃんは1番の方に今
ママがしないといけない優先順位を大切にしてって。そして私はきちんと守られたところにいるから大丈夫っていうふうに言ってるんですよ。かわいいわこの赤ちゃん。自分のことを大切にしてねって赤ちゃんが言ってくれてる。アドバイス見ていきましょう。はい、じゃあ今週の赤ちゃんのことのアドバイスです。今一番の方はいろいろな結果が出なくて、もうすごく寂しそうな感じがするんですね。で、寂しそうな気がするし、ぼんやりとする時間とかももしかしたら多いのかもしれない。でもこのカードが教えてくれているのは、じゃあ今度はこの方向を目指していこうとか、じゃあ来月以降これを頑張ってみようとか、そういう新しい希望とか新しい道とか新しい病院とかドクターとか、そういう次のステップ、そういうものが見つかるっていう風に出てるんですね。なので今週、赤ちゃんはまず自分のことをまず優先してねって。でも太陽が出てるから可能性はものすごくあると思います。そしてアドバイスっていうのが、次の段階に進む時だからねって、落ち込まなくて寂しがらなくて大丈夫だよって言ってくれているような、そういう感じがいたします。じゃあ今からセブンデイズの流れ見ていきましょう。じゃあセブンデイズの流れ、1番の方見ていきましょうね。じゃあまずルノルマンとその後タロットを出していきます。月曜日、あの人のカード。火曜日、子供。水曜日、願いが叶うウィッシュカード。木曜日、無知。ちょっと疲れちゃうのかな。金曜日、ハート。土曜日、鳥。日曜日、怒り。これが出ました。連絡いい時ありますね。じゃあ次ね、タロットで見ていきましょう。月曜日、あの人と吊るされた男が出ました。火曜日が素晴らしい奇跡のカード、ジャッジメントと子供。水曜日、ソードの3とキー。木曜日、無知とソードの4。金曜日、ハートとソードのページ。土曜日、鳥と星です。日曜日、怒りとワンドの7。お待たせしました。
今月曜日から日曜日までの流れを見てるんですけれども、いいのが火曜日大吉、金曜日土曜日むちゃくちゃ大吉、火金土すごくいいです。逆に気をつけてねっていうのが水曜日と木曜日。水木はなんかあまり慌てなくていいよとか、なんとかしなくちゃっていう思いを持たなくていいからねっていうふうに言っていて、そして木曜日はあなた自身が少し疲れているような気がするので、もし、気になるようだったら、大掃除とか拭き掃除とか、してもらってもいいんだけれども、あなたの心とか体を落ち着かせるのが大切。休憩してねっていう風に出ています。月曜日が、あの人のカードと吊るされた男が出てるので、あの人が案外忙しかったりするみたい、月曜日は。なので連絡をするのは月曜日は控えた方がいい。むしろあの人から連絡が来たら返信をするのはいいと思います。でも月曜日にお誘いとかは月曜日はおすすめしないかなと。ただ火曜日はすごくいい。火曜日はなんか奇跡のカードと素直になるカードが出てるので、あなたの気持ちとかいろいろなものを表現していただいて大丈夫です。あとね、やっぱね、金土もすごくいいからですね。金曜日はソードのページとハート、あなたから風を起こすこと、連絡をすることによってあの人に届いていくとか、あの人からあなたから会いに行くとか、そういうものが満たされた気持ちになるようです。そして土曜日がね、星と鳥が出てるので、嬉しい連絡が来るとか、連絡が取れるとか、デートのお誘いがあるとか、そういう風に出ています。逆に日曜日は全然悪くないです。なんかいつもの日曜日って感じかな。いつものルーティンを過ごしていくっていうことを日曜日はおすすめしたいです。このね、火水だけ水木ですね。水木だけ無理をしないようにという感じで。で、1番の方、今週のねキーワードが、このグリーンという癒しのカードとヒーリングが出ていますので、あなた自身の心と体、しっかりとゆっくりと、リラックスをしてみてください。そしてラッキーカラーは今週グリーンなので、どうぞ取り入れてみてください。はい、これが1番の方のリーディングとなります。はい、じゃあ2番の方のリーディングをしていきます。まず今の2番の方の現状の流れ、今のあなたのエネルギーの状況、そこから見ていきましょう。タロットを3種類使っていきます。まずはワンドの7のリバース、カップのページ、はい、これはカップのクイーンが出てます。今2番の方、
きな人とか気になる人いるのかなとか、お付き合いしてて、すごくいい感じだったりするんですけれども、ご自分の本当の望みとか願いを伝えることができていないような気がするんですね。とっても2番の方って柔らかくて優しくて、非常に慈悲深い女性、若干可愛いというか、年齢の割にって言ったらすごく失礼なんですけれども、若かったりとか、ちょっと天然なところがあったりとか、そういう風に見える、私はとても愛される方かなって思っています。ただ優しいがゆえに自分の本音をなかなか言えなかったりっていうことで、本当はこうしたいのにとか、こういう関係になりたいのにっていうのを我慢しちゃっているような、そういう感じが見えました。じゃあよいしょ、これ今週の大きなテーマとして流れを見ています。自分の足で立つこととトラストですね。はい、まずこのカードから私が感じたのが、私は立てる、この重いものを背負ってるかもしれない2番の方は。でも歩くことができるっていう自分の気持ちとか、自分自身を信じること、それが今週のテーマなのかなというふうに思いました。じゃあ全体運の流れから見ていきましょう。はい、2枚取れましたね。じゃあ今週の全体の流れ、はい、いきます。はい、ルノルマンでは木が出て、節制ですね。節制の正位置をカップのキング、コインのクイーン、はい、すべて正位置が出ています。このなんて言うんでしょうか、今の現状とこの全体運がすごくつながりがあります。今週この1番の方ってもともと穏やかな方だと思うんですけれども、あんまり怒ったりとかすることもないし、でよりご自分の中の優しい気持ちとか清らかな、そういう気持ちで過ごすことができる。あの人との関係もそうだし、ご家族がある人もそうなんだけど、健やかに伸びやかにみたいな、そういう感じが見えるな。心の中がねすごく綺麗なんですよ。今週より今週、いつも2番の方そうなんだけど、特に今週ははい、アドバイスが、じゃあどういうカードが出るかな。はい、じゃあ1番の方の全体運のアドバイスはすごいですね。ソウルメイト、やっぱりちょっと今週恋愛のことをすごく、パートナーとのことですねをすごく言ってくれてるんだけれども、もし今2番の方お相手を探してるとか、そういう方だったらもうほんと今週ソウルメイトに
出会えるんじゃないか、そういうことをまず言ってくれています。そしてこの全体の恋愛運としてごめんなさい全体運としてやっぱりあの人との会話がやっぱり今さっき会話を我慢しちゃってるとか、自分の言いたいことをなかなか言えないっていう風に出てたんだけれども、本音の会話をしていくことによってあの人と本当にこのつながりのある魂のつながりのある深い深いソウルメイトになれるよって出てるんですよね。素晴らしいと思います。じゃあ恋愛運です。じゃあ2番の方の恋愛運は、ここでワンドのクイーンリバースが出ました。そしてコインのナイトのリバース、あとここにまたね木が出ましたね。木が出てここと一緒ですね。この全体運と同じ木がね出たんですけれども、恋愛運これやっぱりこのアドバイスを使うことによってお相手様と本当の意味のソウルメイトになるっていうのがやっぱり会話することなんですよね。でこの2番の方やっぱり控えめだからなかなか自分のことを言えなかったり、あの人が仕事が忙しかったり、あとはなかなかお相手様から次の一歩を踏み出そうとしない部分があるのかもしれない。そういう意味ではもどかしさというのを感じるのかなと、そういうふうに思いました。不思議と恋愛では待ちの姿勢に2番の方がなってしまったりとか、お相手様が変に自分のペースとか頑固さっていうのを持ってしまったりって感じがするんですね。でもご縁は、今週ももちろんしっかりと続いていくとは出ているところにアドバイス見ていきましょう。すごくねいいものを私は2番の方持ってらっしゃるんだけれども、どうしても自分を我慢してしまう癖とか、もしかしたらね長女の方とかね多いかもしれないんですけれども、じゃあ恋愛運のアドバイスです。見てください。レッドゴー、手放すこと。そしてこれは自分の思いを大切にするっていう風に出ています。このアドバイスっていうのが自分自身をもっと楽にしてあげてほしいかなって。特に頭でいろいろ考えすぎること、それをしっかりと手放す。これを言ったらどうなるのかなとか、あの人を苦しめてしまうかもしれないとか、追い詰めてしまうかもしれないとか、そういう考えすぎる癖を手放してあげましょうと。そしてですよ、そしてあなた自身が何をしたいのか、その気持ちを大切にしてねというふうに言っているので、全てちょっとカードが私は共通してるかなと思います。このやっぱり自分を大切にすること、会話をすることによってあの人との関係が本当のパートナーになる、そういう風な感じで思いました。次はお仕事のこと見ていきます。
自分でお仕事をされている方、パート、アルバイトの方、見ていきます。じゃあこちらです。はい、出たカード、ラバーズ。いいですね。ラバーズと、はい、願いが叶うウィッシュカード。ここにはワンドの6のリバースと助教廷のリバースが出ました。今週の仕事の流れ、新しい扉が、開いていくというふうに出ています。何かお誘いを受けたりとか、次の段階、この扉を開いて次の段階に行くっていう人も多いような感じがするんですね。でご自分の中では自分には難しいんじゃないかとか、これ以上頑張ってもいいのかなとか、自分の能力に限界を感じていたりとかするかもしれないんだけれども、そうじゃないよと。あなたにはそれだけの能力、次のステージに行く準備ができているっていう風に出てるので、これは積極的に行っていいかなと。そしてラバーズなので、これは惑星でいうと水星を表すんですよね。なのでコミュニケーション、いろいろなお誘い、それが、今週出てくるような感じがします。じゃあアドバイス見ていきますね。これもかな。はい、じゃあ今週のお仕事のことの、ご自分でお仕事をされている方のアドバイスです。やっぱり人と何かつながっていくっていうのが出てるんですね。で、あなたと仕事とか、あなたとお客さん、あなたと一緒に仕事をする方っていうのがもうすごい強く惹かれ合ってるというか、もういわゆる自分の転職、天使の方の天ですねに向かってもう進んでいく、突き進んでいくっていう風に出ていて、でご自分でできないんじゃないかとか、そういう気持ちはもう自分を許してあげるっていうか、自分はできるんだっていう感じで認めてあげてほしいかなって思います。過去の自分を水に流すような、それでいいし、いろいろな手助け、その手がきちんと来てるので、この手をしっかりと掴んでくださいっていう風に出てるんですね。なので今週いろいろな、仕事上の話し合いとか会合とかサークルとか、いわゆる飲みがあるかもしれないんですけれども、そういうのをぜひ積極的に行って交流を深めることっていうのもすごく良さそうですよ。はい、じゃあ次はご自分、会社員、サラリーマンの方見ていきましょう。はい、じゃ
ゃあいきますね。おーっと蛇が出ました。蛇とマジシャン、そしてソードのページのリバースが出ました。これは会社員、サラリーマンの方なんですけれども、まずちょっと人間関係が苦労するのかなとか、微妙に賢い人がいるというか、小ざい方がねなんかいるような気がするんですね。でもあなた自身、2番の方自身が、とてもやる気があってアイデア力があって、これをやりたいとか、そういうエネルギーの強さを感じます。こういう表裏がある人とか、上司に対するイエスマン、そういう人はどこにでもいるとは思うんですけれども、この方多分わかると思うんですよ。あの人のことかなみたいな。なのでその人の言うことはちょっと真に受けないというか、なんか言われても上手に流すとか、その人からの情報はあえてシャットダウンしてた方があなた自身が生き生きと輝けるのかなというふうに思いました。じゃあ仕事のこと、アドバイス見てみましょう。これもかな。はい、お仕事のこと。はい、じゃあ見てみますね。お仕事のことのアドバイス。ウェディングはい、ね、デザーブラブとなんか今じゃないというふうに出ていて、はい、こちらのアドバイスからはなんか無理に自分で例えば成果を出そうと、なんかこの計画を絶対に遂行したいんだっていう、そういうあなたの強い気持ち、このアイデアはすごくいいって出てるんですよね。アイデアはすごくいいんだけれども、焦っている部分とかから早く走りたいっていうがあまりに足が絡まっちゃうみたいな、そういうところに蛇が待ち構えている可能性もあるので、今週は狙いを定めること、アイデアを練ること、動くのは今じゃないよ、焦らなくて大丈夫だよ、あなたのやりたいこと、あなたの成果っていうのはきちんとあなたが受け取るようになってるよって出てるので、この変な敵につまずかないように、焦らないようにっていうことが、これが今回仕事のアドバイスかと思います。すごくいいアイデアを持ってらっしゃるみたいなので、敵の罠にはまらないようにしてください。はい、じゃあ今週の金運。はい、じゃあ今週の金運です。はい、カップのエースのリバース、本、はい、そしてストレングスが出ました。今週の金運は入ってくるんですよ。これサブ2つ目の仕事、例えばされている方とか、なんかそちらの方から思ったより入ってくるとか、副収入が入ってくる、そういうものが出ているんですけれども、あなた自身が今回入ってくるんだけど、そのまま入ってきたものが流れちゃうって出てるので、今週はプラマイイコールって感じですね。たくさん入ってくるんだけど、その分
これは飲み会とか飲食とか、自分の精神的なリラックス、そういうものにも使っちゃうような気がする。全然悪くないんですけど、そういうところが案外あるのかなって感じがします。ご自分でいろいろ勉強したいとか、そういうのも考えられますね。そういうのも考えられるんだけれども、若干の予算オーバーになる可能性もあるのかもしれません。ただしっかり入ってくるとは出てるので、ここはねいいと思います。アドバイスがどういうカードが出ますでしょうか。はい、じゃあ今週の金運のアドバイスです。なんかこれからの2、3週間がすごく良くなるって出ていて、あなたはただ受け取るだけでいいんだよって感じなんですね。なので今週いろいろ動かすっていうよりは、なんかこれしたいな、これ買いたいなって思うものがあっても、少し様子を見ることがいいような気がします。そうすることでより、例えばリーズナブルに買えたりとか、いいものが買えるって感じが出てるので、これは様子見をおすすめしたいです。もう少しする方がいいものが手に入るよというふうに出ています。じゃあ今から赤ちゃんのこと見ていきますので、それは興味ないよっていう方はぜひセブンデイズの方に行かれてください。じゃあ赤ちゃんのメッセージです。はい、じゃあ2番の方へ赤ちゃんのメッセージ。まず赤ちゃんがどういうふうに何を今2番のあなたに言いたいのかを見ていきましょう。はい、コインのエースが出ました。コインのエースと、こちらが助教廷のリバース。月ですね。ルノルマン月、これ母のカード、そしてデビルが出ているので、赤ちゃんが言いたいのは、ママ焦らないでって出てます。今いろいろ頭で考えすぎてるよって。もうきちんと行くことは決まってる。そして道はつながってるから安心してねって。あと今体に例えば悪いこと、例えばもちろん多少のアルコールはいいんですけれども、夜更かしだったり、体の中で何かデトックスしないといけないものがあるって出てるので、タバコ、アルコール、夜更かしとかそういうものを気をつけてねっていうふうに言ってるみたい。特にホルモンバランスと何か影響があるって出てるので、もしご自分で気になるようだったらそのあたりを気をつけてみてください。なんか赤ちゃんがね心配しているし言ってるし、でもきちんとつながってるって出てるので、これ1ヶ月1ヶ月から、これ1年っていう意味もあるんですけれども、必ずこれ来るというふうに出ていますよ。じゃあアドバイス見てみましょうね。はい、じゃあアドバイスです。はい、じゃあどういうアドバイス、もう来てくれますね。きっとあなたとつながっている赤ちゃんはきちんとあなたのところに来てくれると。そしてサクセスが出てるので、ものすごくやっぱり喜ぶ。赤ちゃんも2番のあなたもものすごく嬉しい、幸せっていう状況になりそうなので、これは待ってあげていてください。
もうつながってるので、これは2番の方は大丈夫だと思います。はい、これが赤ちゃんリーディングです。はい、じゃあ2番の方のセブンデイズの流れ見ていきます。タロットとルノルマンで月曜日から日曜日までの流れ見ていきます。はい、まず月曜日、コウノトリ。火曜日、クマ。水曜日、鳥。木曜日、本。金曜日、願いが叶う星。土曜日、木。日曜日、蛇が出ました。はい、じゃあ次はね、タロット。はい、いきます。さて月曜日がコインの7とコウノトリが出ています。今あなたが何かやりたいと思っていることは、もう少し様子を見ましょうとか考えてみましょうっていう感じです。特に環境変化したい人、転職とか引っ越しとかは様子を見る方がおすすめっていうのが月曜日の流れです。そして火曜日がクマとコインのクイーンが出ています。なんか火曜日はもてなし上手っていう感じがします。あなた自身のなんか美味しいものを作ったりっていうのも良さそうだし、なんか食べに行くことも良さそうだしっていうことで、なんかすごくなんかお腹いっぱい幸せになるとか、愛情面で満たされる、そういうのが火曜日かな。はい、そして水曜日、はい、鳥とカップの6が出ました。これは懐かしい人との連絡が取れるとか会えるとか、そういう感じです。復縁を望んでいる方、この連絡が取れたりとか、ブロックが解除されたりとか、そういう感じがするし、なんかものすごく懐かしい人からの連絡もあるかもしれません。そして木曜日が本とカップの10ですね。はい、カップの10はもうとてもね、幸せな出来事に本が出てるので、もしかしたら2番の方は複雑な恋愛をしている人も多いかもしれない。もしかしたらダブル不倫とかそういう方もいらっしゃるかもしれないけれども、木曜日はあなたの恋愛運、家庭運がとても幸せという風に出ています。金曜日、星とカップの8か。カップがね続いてるんですけれども、この日はですね、カップの8っていうのは離れるっていう意味があるので、星、願いが叶ういいカードかなって思ったんですけれども、この金曜日は会いたい人にちょっと会えなくなってしまったりとか、スケジュールがリスケになったりっていう可能性があるかもしれません。でもきちんと星だから、あの人との関係とかつながっているから安心してください。この日だけちょっとタイミングがずれてしまうのかなっていう感じです。はい、土曜日、木のカードとソードの3が出てます。ちょっとね、これ金曜日ぐらいからあなたの中であれどうしてだろうみたいな感じで
少し悩んじゃったりとかするかもしれないです。土曜日はあなたの2番の方の精神状態がややネガティブにマイナスに考えすぎてしまうっていう風に出てるので、できればここは木が出ているので、こうお庭とか公園とかそういうところに行ってエネルギーを蓄えていただきたいなというふうに思いました。はい、日曜日がワンドの9とヘビです。ヘビっていうと、ネガティブなイメージも強いんですけれども、すごく冷静で仕事ができるっていう意味もあるんですね。でそこに対してワンドの9っていう待っていた連絡が来るっていうことなので、何か金曜日土曜日あなたが落ち込むようなことあるかもしれないんだけれども、日曜日にはそういう嬉しい待っていた連絡とか、あの人からのメッセージとか、仕事のこととか、嬉しいメッセージが来るよって出ているので、ことね金土はそんなに落ち込みすぎないでくださいね。そして、トータルで、今回思うのが、この2番の方ってとってもやっぱり愛に包まれている方だと思うし、もともとすごく優しいんだと思います。でも今週は自分をより信じてほしい、私ならできるとか、私なら進めるとか、そこを自分を信じること、そして自分のことをしっかりとここの玉がこの愛に私は見えますので、自分自身をしっかりと愛に包んであげてください。そして今週のラッキーカラーはベージュ、ピンク、それが2番の方へのラッキーカラーとなります。どうぞ素敵な1週間をお過ごしください。それでは3番の方見ていきます。まず今の3番の方の現状、今のあなたのエネルギー状態などをまずタロット3種類で見ていきます。じゃあ開いていきますね。かなりカードが取れています。まず出たのがカップのエースのリバース、コインのナイトのリバース、ソードのエース、正位置、マジシャンの正位置と吊るされた男。まずこれが今の、現状で出たんですけれども、3番の方は好きな人、恋愛のこと、そのことで今、停滞しているっていう感じがするんですよね。大きなスタートを切りたいというか、曖昧な関係とかグレーな関係じゃなくってきちんとしたゴールを目指したい、そういうふうに、3番の方のこの現状エネルギーは言ってるような
気がします。でもそこに対して新たな新しいスタートが切れるとか、今まで頑張ってきたことが報われますよっていうのが出てるので、今週何か特に恋愛のことかな、動き出す可能性が多いんじゃないかと、まず感じました。こちらが今週テーマになることです。見ていきますね。はい、出たカードがフレンドシップと、あとこれ仲直りするカードが出ているので、誰かとの関係が再スタートするとか復縁するとか、なんかこうつながりが再び強くなっていく、2人の関係がより深いところでつながっていく、そういう感じに見えます。とてもこう2人のこう絆が強くなるのかなと、それをすごく感じました。じゃあ実際に今から全体運、恋愛運、仕事運はご自分で仕事をされている方、パートアルバイトの方、そして会社員の方、金運、赤ちゃんのこと、セブンデイズの流れを見ていきたいと思います。じゃあまず全体の流れをあとルノルマンでもはい、開いていきます。はい、またここで吊るされた男が出ました。全体の流れで。そして山。はい、ソードの3のリバース。これが今週全体的なまず流れなんですけれども、こう非常に我慢を強いられることが多かったりとか、なかなか報われないこと、頑張っているんだけれどもなかなかこう山を登れないというか、困難がなんかあるのかなっていう感じがしました。ただそういろいろ、これは特に全体でエネルギーで見た時に、なんか今回新しい何かが始まりそうっていう風に出たんですよね。で今回全体で見てたらまだまだこう乗り越えないといけないことあるかもしれないって出てる。でもここでやっぱりあなた3番の方っていうのがとても粘り強い方かな。途中で諦めたり投げ出したりとかすることがないみたいです。アドバイス見ていきますね。はい、まず全体運のこれはアドバイス、すごいですね。はい、ソウルメイトとテイクアクションが出ました。なんとなくやっぱり今週のテーマってこう恋愛のことが何か大きく動いていくのかなっていう感じがします。今3番の方は私はとても頑張ってらっしゃるように見える。もしかしたらこう数年単位とかで頑張っている人もいらっしゃるのかなって感じがするんですけれども、やっぱりこう新しい動き、アプローチをすることによってあの人と
本当に通じ合うことができるっていう風に出てるんですよね。これが、私はこういう風な形でやっぱり通じ合っていくのかなっていうことが出ているので、いろいろな困難なことあるかもしれないけれども、あなたが跳ね返すというか、本当にその山を飛び越えていけるような、そういう強さとか行動力があるのかなと。そうすることによってあの人との関係、これが本当に仕事も恋愛も含むっていう感じなんですけれども、本当のつながりが出てくるのかなっていうのが、まずこれが全体の流れ。じゃあ次、恋愛のこと見ていきましょう。はい、これが恋愛のことです。じゃあ恋愛の流れ、今週どうなりますでしょうか。はい、今度はストレングスリバース。ちょっとごめんなさいね。はい、そしてソードの10リバース。手紙のカードが出ました。今週の恋愛の流れ、確かに順調、もう本当に全てスムーズに進みますよっていうよりは、やっぱり諦めた方がいいのかなとか、あの人からちょっと釣れない返事が例えば来たりとか、あの人の心がわからないっていうことがあるかもしれません。あるかもしれない。で、特にコミュニケーションが取りにくかったりとか、レスポンスが遅かったり、そういう人もいるのかな。そしてここで仲直りっていうカードが出てるので、復縁を望んでいる方も多いのかもしれないです。そういう意味では心がくじけそうになるようなことがあるかもしれない。でもというところで見ていきましょう。アドバイスです。はい、じゃあこれが恋愛のアドバイスいきます。はい、ここで仕事のカードとコミュニケーションのカードがここで出ましたね。はい、今週は、仕事の恋愛のことで何か心が傷つくようなことだったりとか、あの人の気持ちがわからないなっていう時は、ここは仕事、仕事に精を出してくださいって出てるんですね。実際にこれはよくあることなんですけれども、恋愛が例えばうまくいかない時、そして新しい出会いを求めている方っていうのは不思議なんですけれども、例えば身だしなみきれいにするとか、例えばそういうことよりも仕事を頑張ることの方が不思議と恋愛運って上がるんですよね。それが今回このカードにも見事に出ているなって思うんですけれども、とにかく自分がやらなきゃいけないこと、仕事、そういうことを精一杯頑張ってみる。そうすることによってあの人との心のわだかまりとか見えないブロックとか、そういうものが取れていきますよって出ています。
なので頭を恋愛のことだけ考えるのではなく、仕事にシフトしてみる。そうすることによって恋愛の方も大きな動きがあるだろうというふうにまず出ました。はい、じゃあ次は仕事のこと見ていきましょう。はい、まずは自営業、アルバイト、パートの方です。はい、じゃあ見ていきますね。今度は仕事のことです。はい、今回はソードの8のリバース、ソードの9のリバース、はい、そしてここまた山が出ましたね。自営業、アルバイト、パートの方、かなりちょっとこれ大変そうだなっていうふうに思いました。人間関係もそうなんですけれども、見通しがなかなか立たなかったり、どこまで頑張ればいいんだろうとか、どこまで行ったら希望の光が見えるんだろうっていう、そういう感じがするんですね。なんかお客さんの心がわからなかったりとか、売り上げが止まってしまったり減ってしまったりっていうことが考えられて、なかなか夜も眠りにくかったりとか、疲れっていうのもすごく考えてしまってなかなか眠れなかったりとか、そういう感じが、今出ているような気がしました。でもここでね、もう恋愛のことでは仕事っていう風に出ていて、じゃあ実際に仕事、ご自分で仕事されている方へのアドバイス見ていきましょう。はい、じゃあこちらがアドバイスです。はい、これがトゥルーラブ、そしてはい、ここにノーというカードが出ました。これね、アドバイスです。さて、ちょっと待ってくださいね。はい、わかりました。このアドバイス、まず今週お仕事がどちらかというと精神的にちょっときついのかなっていう感じが見えたんですね。なんかすっごく努力もされてるし、頑張ってるようにも見えるんだけれども、なかなか光が見えないような、そんな感じになるかもしれない。でもアドバイスっていうのが信じることを諦めないでって感じなんですよね。今のままのあなたのやり方で大丈夫と、自分を信じること、そして今している仕事っていうのがあなたにとってとてもやりがいがある、そういうあなたの心、どうして今の仕事を始めたのかとか、そういう気持ちを忘れないで、諦めないで、思い出してっていう感じ、それが出ている。なので希望が今は見えにくかったりとか、なんか辛いぞっていうことがあるかもしれないんだけれども、このオラクルカード、
そして天使さんたちは信じることをやめないで、頑張ることをやめないで、きっと花が咲くからっていうことをこのカードは言ってくれているような気がします。信じる気持ち、それを持ち続けてほしいということかな。なのでなかなか、ハードな1週間になるかもしれないけれども、今頑張っていること、それを諦めることはダメだよっていうふうに言ってくれているようです。じゃあ次、会社員の方見ていきます。はい、じゃあ次は会社員の方の仕事の流れ見ていきます。はい、こちら鳳凰のリバース、はい、コインの3リバース、そしてこのカードはユリです。はい、3番のこの会社員の方は人間関係、特に年上の人との関係に悩んでいる方がもしかしたら多いのかもしれないです。なんか今のこの仕事でこの会社でいいのかなとか、特に、上司とかいわゆる上の人たちを見ると、自分の将来、例えばなりたくないなとか、なんかもっとより輝けるような職場に行きたいとか、自分の才能を発揮したいとか、そういうことをなんか思うことがもしかしたら今週って多いかもしれないです。特に金銭的な不満っていうのもあるかもしれないし、あと人間関係、そこに疲れてくるのかなっていうふうに感じました。じゃあアドバイス見てみましょう。はい、じゃあこちらがアドバイスとなります。はい、これが近い未来のカードと、これが片思いのカードが出てるんですね。仕事の流れ、はい、会社員の方、なかなか会社の人とか上司の人と気持ちが通じにくいっていうことがあるかもしれないです。なんか頑張ってるんだけれども、なかなか評価をされなかったりとか、分かってくれないっていう部分が出やすい可能性もあるかもしれない。でもこの辛いな、寂しいなって思う状況は、これ今週のうちの近い未来で、寂しい状況は終わるというふうに出てるので、あともうちょっとの辛抱かなっていう感じがします。あなたが3番の方が例えば会社とかなんかチームの中で少し孤立をしていたりとか、なかなか仲いい人となんかうまくいかなかったりっていうこと、
あるかもしれないけれども、その寂しい未来はもう少しで終わりますというふうに出てるので、なんかもうちょっとすると状況とかそういうものが大きく変わっていくのかなと。全然遠い未来じゃなくって、おそらく今週中に、変わっていく、そういうカードが出ています。なので、きっと頑張れるのかなというふうにも思いました。じゃあ次、金運見ていきます。じゃあこちらが金運になります。はい、開いていくとソードのページのリバース、花束、はい、そしてこちらフールのカードが出ました。はい、金運なんですけれども、今週はお洋服とか自分をきれいに見せるもの、そういうアイテムをにお金を使うっていう感じがします。秋物の、例えば新色の何かとか、ヘアカラー、美容室、お洋服、メイク、そういうものに、なんかいいお金の使い方ができるような気がします。ただここでソードのページのリバースが出ているので、少しなんか見栄を張ってしまったりとか、思わず衝動買いをしてしまったり、似たようなものを買ってしまったり、そういう可能性はあるかもしれません。でもかなり、ここはいいセンスのいい買い物はできるんじゃないかなというところで、はい、アドバイス見ていきましょう。はい、じゃあこれがアドバイスです。はい、これがいわゆるちょっと一人寂しいとか、少しずつ日が落ちていくのも早くなりますよね。なのでなんとなく寂しさとか孤独感とかが出てくるような気がする。なんかそういう時に寂しくてなんかいろいろ買っちゃうとか、衝動買いをしてしまうとか、そういうものはやめた方がいいよって言ってくれてるみたい。むしろあなた自身がなんとなく黄昏で、なんか私なんでだろうみたいな、いろいろなクエスチョンが出てくる部分ってあるかもしれない。でもそこを買い物で満たすのではなく、もうそれこそ家に早めに帰るとか、なんか私寂しいかもって思ったら、なんかネットをやめてみる、ネットショッピングをやめてみるとか、大きく体を動かしたりとか、お風呂に入ったりとか、そちらの方が全然いいですよと。寂しくて何か、その寂しさを埋めるための買い物はおすすめできないよっていうことを言っている。これが天使さんからのメッセージ、アドバイスかなというふうに思いました。じゃあ今から赤ちゃんのことを見ていきます。
もし赤ちゃんのことは興味ないよっていう方は、次のセブンデイズの流れまで早送りして見ていてください。じゃあ今から赤ちゃんのこと見ていきます。赤ちゃんが今週あなたに伝えたいこと。じゃあ赤ちゃんの伝えたい気持ち、見ていきましょう。出たカードが節制の正位置。そしてカップのエースのリバース。そしてこれがソードのページのリバース。あとは問題コントロールとあなたのカードですね。これが赤ちゃんが今あなたに伝えたいこと。まず赤ちゃんがこのあなたのことを寂しい思いをしているっていうことで、とても心配しているような気がします。そして今この3番のあなたが何か悩んでいること、赤ちゃんっていうか赤ちゃんのことかもしれないし、仕事のことかもしれないしっていうことで、その問題をママって手放してみるといいんだよっていう風に赤ちゃんが言ってるんです。そうするとこのつながってる、この穏やかな気持ち、それが通じ合えるよって出てるんですよね。赤ちゃんがすごくエネルギーというかテレパシーを送ってくれてますね。ママ、問題をまず解決するんだよってしたらすごく楽になるからねっていうことで、そしてこの相性、なんとなく男の子っぽい気がするんですけれども、この僕らの相性をしっかり受け取ってほしいなっていうふうにも言ってるような気がします。この赤ちゃんたちはお空の上で今居心地がいい温泉みたいなところに入って、ママここ気持ちいいよみたいな感じで言っているみたいで、そういう意味では早くママの体の中に入ってこういう今と同じ穏やかなチャプチャプした中に入りたいなっていうことを言っているような、そういう感じがしました。じゃあアドバイス見ていきますね。じゃあこれが赤ちゃんのことのアドバイスなんですけれども、これが柵で囲われている状態とサクセスのカードが出ています。すごく前向きなカードですね。この3番のあなたなら
この柵を乗り越えることができるんですよと。スイスイと乗り越えることができる、成功を手にすることができるよって。今は自分の願いがなかなか叶わないとか、すごく心に蓋をしているような、なかなか笑顔が最近出なくなったりとかしているかもしれないんだけれども、あなたは立ち上がってこの柵を越えたら赤ちゃんが来てくれるっていう、この成功を手にすることができるよっていうことを、このカードは教えてくれています。なんかとても前向きになるカードかなとか、前向きになるメッセージかなというふうに感じました。じゃあ今から7 days の流れ見ていきます。はい、じゃあ3番の方の7 days の流れ見ていきます。ルノルマンカードとタロットで合わせて見ていきます。はい、じゃあまず月曜日、怒り。火曜日、木。水曜日、蛇。木曜日、ワンちゃん。金曜日、船。土曜日、大吉のカード、太陽。そして日曜日、今度は雲が出ました。はい、じゃあタロットと合わせて見ていきます。ちょっと待ってください。はい、じゃあ行きましょうか。はい、まず月曜日がソードのナイトと怒りが出ました。案外月曜日は飛び回ったりとか忙しくなる人、出張、海外出張とか行かれる人もいるのかなって感じです。これだけ忙しいし、あとはたくさんの、情報とか、あなた自身がやりたいって思ってたことをすることも月曜日はおすすめです。じゃあ火曜日。はい、火曜日は木のカードとスターです。火曜日はこれはかなりラッキーデーかな。今まであなたが長年頑張りたいって思っていたことに対して夢が叶っていくって出ています。そしてあなたの健康状態もかなり良くなると出ているので、すごく穏やかな、そして幸せな一日が火曜日のような気がします。そして水曜日。はい、水曜日はヘビと助教廷、ダイヤルかな、2番目のカードが出ています。人間関係で悩んでいる人、特に水曜日はおつぼね様的な人が、ちょっと面倒くさいなとか思う人がいるかもしれない。
なんか女性って出てるので、女性の可能性が高いのかなっていう感じもしています。そしてなんとなく人と交われないというか、寂しいなって思うこともあるかもしれない。そういう時はあなた自身の自分の直感、これを信じてみたりとか、あとは本を読むこともおすすめというふうに出ています。木曜日、ワンちゃんのカードと、ソードの6が出ました。木曜日は、それこそフレンドシップのカードなんですけれども、なんか友達との関係が前進するとか、仲直りできるとか、旅行に行くとか、友達以上恋人未満の人は一歩恋が進むとか、そういう流れが出てきそうです。いいですね。そして金曜日、金曜日は船のカードと、ここワンドの3が出ています。これすごく仲間、友情、3つの輪になってるっていう意味があって、案外木曜日と金曜日ってカードの意味が似てるかもしれません。どちらも旅とか動き、前へ進むっていう意味もあるし、ワンドの3もみんなで手をつなぐっていう意味あるので、木曜日金曜日は友人運、恋愛運、そういうものが前に動き出す、復縁の可能性も高いというふうに出ています。そして土曜日、太陽のカードとカップのナイト、ここ大吉です。土曜日これむちゃくちゃいいですね。もう大吉のカードとカップのナイトっていう、恋愛で言うと素敵な人に出会えるとか、もう本当に優しい人、お互いの気持ちが通じ合うとか、愛情がわかるとか、そういう感じが出ているので、土曜日は素敵な出会い、素敵なデート、そういうことができるような感じです。そして日曜日は雲と、コインの10ですね。この日曜日は金銭的なこととか仕事のことで少し不安が出てくるかもって出ています。大きな買い物をしようとする方は日曜日はおすすめしないかなって感じです。あと金銭的なやり取りもおすすめしませんので、この時は気をつけてくださいね。特に金銭的なものなので、トータルで見たら月火いいですね。月火木金土がすごくいい日です。特に火曜日と土曜日、大吉、超大吉です。そして木曜日金曜日もいろいろなことが前に進むと出ているので、ぜひ楽しみにしていてください。今週のテーマはね、仲直りとかもう一回つながるっていう風に出ています。あと今週のラッキーカラーはブラックとかパープル、これがあなたのラッキーカラーになりそうです。これが3番の方のリーディングです。